こんにちは、敬愛です。とうとう一群れを残すのみとなってしまいました。10月はいろいろと忙しく、十分なお世話をできなかったことが原因です。11月なんとか起死回生を狙って給仕を行いました。正直11月になってから新たに産卵から羽化までは厳しいと思われ、群れを弱らせるだけかもしれないのですが、一縷の望みをかけてみます。このチャンネルでは、定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマに、ニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。希少で美味しい蜂蜜や完熟果物を求めてチャレンジしていきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。ニホンミツバチを飼育するメリット実践や初心者から始めるニホンミツバチの飼育方法についてブログ記事を書きました。概要欄にブログの URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。それではやっていきましょう。巣虫のせいで畑の横からヒノキの木の下に引っ越してきた群れですが、9月6日時点では順調でした。これが10月25日ではこんな感じで蜂数激減です。もう秋になってしまいましたので、砂糖対水が2対1の濃いめの砂糖水を作って給仕します。今回は水が 500ml、砂糖を 1kg 使用します。 HMF が生成されないように、一旦温めた水に対して火を止めてから砂糖を入れていきます。 HMF は有害なので避けないといけません。詳しくはナンバー19の動画をご覧ください。最後に蜂蜜を少しだけ加えて指向性を上げます。翌日の11月2日に内見して給仕しました。内見すると蜂数がさらに減っているように見えます。給仕はタッパーに入れて、ミツバチが溺れないようにフロートと小枝を浮かべました。紅葉が進んでいく中、1週間後の11月8日に内見しました。残念ながらさらに蜂数が減少しているようです。翌日です。銅弾ツツジがきれいに紅葉している中、砂糖水をさらに給仕しました。翌週の11月15日に再度内見です。どうも効果が見られませんが、毎回きれいに飲み干していますので、少し多めに砂糖水を給仕しました。翌週の11月23日です。タッパーの中や底板に蜂が転がっています。砂糖水をあげすぎたのが良くなかったのでしょうか。案の定、蜂数がさらに減っています。11月終わりでこの蜂数はかなり厳しいです。最後の望みをかけて蜂蜜と酒粕団子を給仕します。蜂蜜は外国産だとちょっと怖いので、国産の西洋ミツバチの蜂蜜を使いました。国産蜂蜜は高価なので、正直コスパが合いませんが、ここまで頑張ってくれた群れの応援の意味で奮発しました。大豆プロテインもトッピングです。給仕の翌日、元気にお出かけしていました。
さて、冒頭の画像ですが、寒い冬になぜミツバチが集まっているのでしょう。正解はハチトモさんの蜜蝋作りでした。蜜蝋の匂いに誘われていっぱい集まってきたそうです。すごい嗅覚ですね。11月に完全消滅とはならなかったものの、厳しい状況が続きます。やっぱり消滅してしまうのか、それとも蜂蜜給餌で奇跡が起きるのか。来月の動画をお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。